日本史吉村と種吉。三浦義村には聡明で優秀な弟種吉がいたが、後に対立して承久の乱では敵と味方に分かれて戦った。三浦義村と種吉の兄弟がなぜ対立したのかを詳しく見ていこう。三浦種吉は1205年元久2年の畠山重忠の追討や1213年建暦3年の和田合戦では大いに活躍した。その功として上総の国伊北軍を拝領して兄の吉村と共に鎌倉幕府の有力御家人に仲間入りしている。ところが何を思ったのか、自ら京都行きを希望して鎌倉を離れている。実は種吉の正室は今は亡き将軍源頼家の妻であった鴨重長の娘であった。重長の娘は頼家との間に男子前業を設けたが、頼家は北条時政に将軍の座を追われて暗殺されている。頼家の死後、前業は異母兄弟の興行とともに出家させられて、重長の娘は三浦種吉と再婚したのである。種吉は妻から舞を北条氏の非道さを寝物語に聞かされ、北条氏と行動を共にする兄吉村のもとで仕えることに耐えられなくなる。種吉は鎌倉を離れ、都で朝廷に仕える道を選んだ。三浦種吉は後鳥羽上皇のお気に入りとなって検非違使に任命されている。兄の吉村はまだ左衛門尉に過ぎなかったため、種吉は新執権の北条義時と共に兄の吉村とも対立することになる。1219年建保6年、右大臣拝賀の儀式で将軍源実朝が前業の異母兄弟興行に暗殺される。興行は三浦義村によってすぐに誅殺されたが、その後の戦議で異母兄弟の前業も実朝暗殺に関わっていたのではないかという疑いがかけられた。三浦種吉は北条義時に妻の子である前業は京都の仁和寺で出家して修行を積んでいたため、事件には一切関わりないことを懸命に弁明している。ところが義時は使者二階堂行光を京都に送り、前業を伴って京都を出立した。そして前業は京の東山あたりで誅殺された。享年はまだ20歳前であったという。種吉の義時への怒りは頂点に達し、妻は我が子前業の死を嘆き悲しんだ。実朝の死を契機にして朝廷と幕府の関係は急速に悪化する。鎌倉時代はまだ長子相続の慣例が浸透していなかったため、相続をめぐって兄弟同士が争うことが多かった。後鳥羽上皇は兄弟間の対立争いを利用して鎌倉の御家人たちを取り込もうとした。1221年、後鳥羽上皇は北条義時追討の院宣を下し、ついに承久の乱が勃発する。三浦種吉は朝廷軍の総大将に任じられ、鎌倉の兄吉村にも朝廷側に加わるように
文を送った。しかし吉村はその文を受け取ると、いち早く北条義時に朝廷の動きを知らせた。このため各御家人宛てに発せられた上皇の院宣を持った使者が鎌倉で捕らえられたために、院宣が御家人たちに直接届くことはなかった。北条政子は御家人たちを鼓舞する言葉を発したが、その中で三浦胤義を名指しで非難している。幕府軍は朝廷軍の10倍近かったと言われ、勝負はわずか1ヶ月余りで決した。三浦胤義はわずかの兵と御所にたどり着くと、後鳥羽上皇に最後の一戦を御所で行いたいので開門するように懇願した。すると上皇は、お前たちを御所に入れると危害がわらわにまで及ぶから、どこなりとも早く立ち去れと答えた。胤義は仕方なく当時にこもると、上皇に加担したことを後悔する。三浦胤義は上洛してきた兄吉村と華々しく戦って果てたという。吉村は北条義時に徹底的に付き従うことで三浦氏を存続させたが、後に吉村の嫡男安村が北条氏に滅ぼされている。このことから三浦義村は北条義時以上の戦略家であったことがうかがわれるのであり、この時代に生き残ることは至難の業であったことを知り得るのである。